皆さんこんにちは。こちらは D101S スーパースワンです。スーパースワンは1992年に FM ファンという雑誌で公開されたバックロードホーンの自作モデルです。作者は長岡哲夫さんです。このスピーカーの音に魅了される方は多く、今でも根強い人気があります。メーカー製のシステムでは絶対に出ない音が聞けるという噂がありますが、本当でしょうか？今回はスーパースワンを解析して、その音の秘密を明らかにしていきます。今回ご紹介するモデルの主なスペックは次の通りです。今回はスーパースワンのキットを使います。材質はオリジナルと違って 12mm の MDF です。ドライバーユニットは FE108 ソルを使います。非常に強力なマグネットを搭載していて、低い Q0 と高い能率が特徴です。このようなユニットは普通の用途では低音が出ません。これはバックロードホーンを想定して作られたユニットです。前回はスーパースワンのキットを完成させる様子をご覧いただきました。今回はこのスピーカーを測定してスーパースワンの特性を見ていきます。それでは測定結果を見ていきます。まずはユニット単体のインピダンス特性です。F0 と Q0 はほぼカタログスペック通りです。強力な磁気回路のせいで Q が大変低くなっています。能率は非常に高くなっています。メーカー公表のデータによると、広域は100デシベルを超えるようです。矢印の小さな山はユニット固有の共振です。こちらはスワンのヘッドに取り付けた時の正面の周波数特性です。全体に右肩上がりの直線で、広域は 20kHz まで伸びています。右肩上がりの特性は微分がかかっているのと同じです。これは原音より音の立ち上がりが良くなることを示しています。バックロードホーン固有のハイスピードで頭を突き抜けるようなサウンドはこの微分特性によるものでしょう。メーカー製のシステムでは絶対に聞けない音が出るという噂は本当のようです。こちらは指向性です。スワンは点音源のスタイルですが、指向性はそれほどよくありません。問題ないのは 3kHz までで、そこから先は角度で大きく減衰します。実際に耳に聞こえる広域は30度くらいまでの特性を平均した結果になりますから、私たちが耳にするのはこんな特性です。ツイーターが欲しくなるほど高音が出ないわけではありません。これなら問題ないでしょう。こちらはホーンから出る低音を重ねた結果です。私たちが実際耳にするスワンの音は正面の特性とホーンから出る低音を足したものになります。低音はだいたい 80Hz から出ています。これはユニットの F0 とほぼイコールです。そこから下はだら下がりに伸びていて、10センチとは思えない低音が出ます。この辺りの凹凸はホーンの共鳴です。単に組み立てただけのスワンはこのような共鳴が目立って、土管臭い不快な響きのある音になります。バックロードホーンの音は確かにすごいけど、このせいで手放してしまう人もいるようです。スワンは床にベタ置きして使われることが多いので、その結果を見ていきます。赤がベタ置きした結果です。
100Hz 付近が大きく盛り上がっています。一見低音が増えたように見えますが、低在波が増幅された結果です。土管臭い低音が強調されて、ハイスピードの特徴が台無しになっています。スワンの課題は、この土管臭い音の共鳴と、ベタ置きによる低在波です。この2つを改善しないと、このシステムにまともな音は期待できません。まずは土管臭い共鳴の対策を検討します。システムのインピダンス特性を見ていきます。いろいろ問題が見えます。この辺りの凹凸が土管臭い音の元になっている気中共鳴です。出口の広がりが小さいとそこで音が反射して来た道を戻っていきます。気中共鳴はこの往復によって起こる現象です。これらの小さな山は低在波です。これはホーン内部にある平行な面が原因です。低在波は平行な面があればどこでも発生する厄介な現象です。これらの対策には吸音材を使います。最も効果的な設置場所はすべてのモードが腹になるホーンの両端です。例えばホーンの入り口、つまりヘッドのところで 500Hz 以下の音を減らせば、その先に平行な面があっても低在波が出なくなるし、気中共鳴も対策できます。次回はこの対策を実際にやって効果を検証していきます。